Let's cook and taste Japan with Savvy Sensei right out of your own home. はい、こんにちは。森聡と言います。今からですね、札幌味噌ラーメンの作り方を説明いたします。よろしくお願いします。では、道具の方から説明入っていきます。まず15リッターのお水が入る寸胴、それと、ざるですね、と受けのボウルです。はい、次にですね、材料の説明に入っていきたいと思います。まずは削り節の方ですね。この中に、カツオ、サバ、イワシが、割合としてはカツオが400、サバも400、イワシが 200g 入って、業者さんにもあらかじめ用意して 1kg 分入っております。それと、昆布ですね。日高昆布、300g。それと、寸胴の中にお水が15リッター入っています。で、その中に一昼夜つけた、昆布が今入っている状態です。まずはですね、この寸胴の中に入っている昨日つけた昆布に火を入れていきます。で、ゆっくり、沸かす手前で昆布を取り出していきたいんですけども、その間にちょっと説明をしていきたいと思いますね。僕がいるこの日本ではお水は軟水といってですね、柔らかいお水なので、ここに今3種類のペットボトルに入れた昆布が入っています。この一番右にあるのが、軟水でつけた、昆布ですね。で、香水を2つ用意してますが、昨日から、一昼夜2つ同じ見比べるのに、つけてあるのを2つ用意しております。これが今2時間つけている、昆布の香水の方ですね。で、実際どれだけ違うのかっていうことを今ちょっとお見せしながら僕が味見をしていきますので、まず軟水の昨日からつけてある昆布の方ですね。で、香水でつけた一昼夜つけた、昆布の水です。と2時間前につけた昆布ですね。ちょっと色味はそんなに変わらないんですけども、ちょっと味見をしていきたいます。匂いと味ですね。はい、やっぱり軟水の方はいつも使っているので飲みやすい味になっています。香水の方はですね、若干バーで硬いお水なので昆布の方の出汁がかなり出てきて、えぐみっていうんですかね、ちょっとこう舌の上に乗っかる感じがしてですね、重たい感じです。それにより近いのが今2時間前に取った香水なので、香水でやる場合は2時間前にこちらにつけておいて火を入れていって構わないと思います。今やってる間にふつふつときているので、一回火を止めます。で、昆布を取り出していきますね。はい、それで削り節をこの中に入れて10分間ちょっと煮出していきたいと思います。で、その時にですね、日本ではさらしという布があるんですけども、さらしの袋に入れて、節を入れてですね、この中に入れるとこす必要がないんですね。でもない場合もあると思いますので、こういうざるとボウルを用意しておいてこしてあげると、そのままいけると思います。
軽く上を縛って、昆布を取り出しただしの中に沈めていきます。これで約10分、煮出していきます。はい、それでは今度、10分経ってきましたので、先ほど入れた蒸しを取り出していきたいと思いますね。このさらし入れてる分ですね、こうやって持ち上げればすぐこせるんですけど、ない場合は一回全部こう違う器に入れ替えてもらわないといけません。薄い布でしたら作れると思いますので、ぜひやってみてください。で、火を止めて少し出てきますので、絞り出す必要はないです。自然に落ちるのもったいないですからね。戻していきます。状態的にはですね、色見てください。こういう感じですね。黄金色というか、和だし特有の色なんですけど、いいだしが出てます。はい、では続いてですね、メインになる動物のスープの取り方、説明していきたいと思います。まず、道具ですね。道具はこの大きい寸胴、100リットルのお水が入る寸胴に90リッターの今水が入っている状態です。でこの中に、げんこつ、鶏ガラを野菜を入れていくんですけども、割合としてはげんこつが、10キロ、鶏ガラが、5キロで、野菜はですね、もういろいろラーメンに使う残り物の皮だとかですね、ネギの青みだとか玉ねぎの、上の剥いたものなどを入れていって、作っていきたいと思います。でまずはげんこつをこのままでは出汁が出ないので、中の髄を出したいのでハンマーでですね、砕いて半分に割って中に入れていきたいと思います。でこの時にですね、あんまり骨が浮いている状態だと飛んでしまうので、なるべく浮かないような形の方がいいです。これちょっと難しいんですけどですね。こういう形ですね。送ります。と鶏ガラはこのまま入れちゃってください。と残りの野菜も入れていきます。はい、先ほど火入れた、動物のメインスープの方ですね。今ご覧の通りふつふつとアクが湧いてきてますので、これを丁寧に取っていきます。端の方ですね、真ん中から湧いてくるので、端の方から寸胴の縁に沿ってレドルをやっていくと取りやすいと思います。少し慣らしながらですね。一回入れる前に軽く洗ったりしてるので、そこまでのアクは出ないかと思うんですけども、上についてくる黒いアクを取ってあげて、であと黄色くなってる油は鶏から出てる油なので、あんまり取りすぎないようにしてください。でここから強火で蓋をして4時間
3分の2の量になるまで詰めていきたいと思います。はい、で4時間、煮込んでこしたスープがこちらになりますね。少しクリーミーな白濁しているスープになっていると思います。これがありますね。では続きまして、ラードの作り方、いきたいと思います。まず道具の説明から入ります。まな板、包丁、中華鍋、お玉です。それではこの、材料の方から、説明しますと、豚のこれ背脂ですね。背脂を細かく切って、ゆっくり炒めていきたいと思います。サイコロ状になるべく小さめがいいですね。このような感じで切っていきます。はい、それでは細かく切れたので、ラードを作っていきたいと思います。まずですね、フライパンちょっと温めて、油がすぐくっつかないような形にしたいと思います。で、なぜ僕がこうやってラードを手作りしてるかということなんですけど、市販でサラダ油だとか、いろんな油があると思います。すみません。少し煙が立ってきたので、弱火にしてですね、ゆっくりラード、背脂ですね、入れていきます。もうあとはもうゆっくりこのまま強いとですね、表面だけ焦げて油が出にくくなります。ゆっくりゆっくりゆっくりこの背脂に含んでいる油分をゆっくりゆっくりこのフライパンの中に、出していくと思います。で、さっきの話の続きなんですが、市販で売っている、ラードもありますよね。サラダ油もあります。その中にはやっぱり凝固剤とかいろんな固めるものが入っていて、ちょっと僕的には美味しさの部分ですよね、すごく違うかなと思います。っていうのも実際豚をですねさばいてバラについてる油だとかももについてるもの、背中についてるこれは今日は背脂なんですけども、そういうものを実際に何も加えずゆっくりゆっくり出していくことで、ラード特有のですね臭みだとかそういうのが全くないんです。で、食べてみるとチャーハンの炒め物だとか、ラーメンの中に野菜炒める時に使う油の時にですね、その軽さっていうんですね、ラードで作っているんですけども、その重たくない油がこれにできます。で、実際できてゆっくりできた時に舐めてみると、そのコクですね、油のコクが全く、違うので、僕はこうやって手作りで作っています。はい、先ほどですねゆっくり炒めていった、火をかけていったラードですね、背脂の方なんですけども、表面がもうカリッとフライドポテト揚げたぐらいのこのお玉にカリカリっと当たる感じですね。でも、詰まってくるとですね、油から出る泡とかもほとんど出てきません。もうこれ大体上がった状態ですね。で、これをこし網でこしていきます。火を止めて
て、量的にはやっぱり油のカスが残るんですけど、3分の1残って油が3分の2ぐらいになる量ですね。このように透明な油になりました。これで先ほどお話しした通りに、実際にこして冷やしたものがこちらになります。こちらになります。で、僕がさっきなぜって言った時に固まり具合のこととかも話したと思うんですけど、冷えてもこれぐらいトロトロの油になります。これが不純物全く入ってない、豚の油から取ったラードです。ぜひお試ししてください。では実際に、味噌ラーメン作っていきたいと思いますが、その前に、道具の説明します。まず一番大事なフライパンですね。中華鍋とお玉。これお玉ですね、実は大中小とあるんですよ。で、僕は一般的に中華料理をやられてるとかラーメン屋さんをやられてる方は中お玉を使うんですね。容量的には 250cc あります。僕は教わった時からこの小玉で教わっているので 150cc の小玉を使います。で、あとは味噌特製のホイッパーですね。あとは味噌入れる時のディッシャー 18mm のディッシャーです。盛り付ける時の、これも日本独特だと思うんですけど、盛り箸って言ってですね、和食屋さんでよく使うものなんですけども、金になってて物も刺せます。すごく便利なものです。若干重たいんですけど。あとは味玉を切るナイフですね。ペティナイフ。それと麺を茹でる、寸胴と肝心な手棒です。あと食器ですね。が、丼、ラーメン丼ですね。あとはレンゲ、食べる時に大事な箸。これ割り箸なんですけど、うちのお店では竹箸といってですね、ささくれ立ちにくいものを使ってます。ささくれ立ってしまうと手に刺さったりとかね、食べにくいのがあります。あとは穴あきレンゲですね。これ日本でもなかなか実際お店で出してても何ですかっていう聞かれることがあるんですけど、見たことないと思います。これ実際にうちはひき肉を炒めて作るラーメンなので、最後に丼の底に残ったひき肉、あとは箸でつかめないような野菜ですねあとスープは飲まないで食材だけ食べたいなっていう人ですね。その時にはもう穴あきレンゲ使っていただければ食べやすいかと思います。あと見慣れてないものがここにあります。おかもちといってですね、今ほとんど日本でも使われていません。分かりやすく言えば、今で言えば UberEats とか、要は出前ですよね。日本でいう出前って言って、昔これを持って、自転車に乗ったり、バイクの後ろにバランスを取った荷台をつけて、これを乗せて各家庭にラーメン、チャーハンなどを運んでいた道具です。はい、それでは材料の説明に入ります。まず野菜の方から、説明参ります。もやしですね。一回さっと洗ったもやしですね。ざるに切ってます。150g。あとは玉ねぎ、くし切りにしてますね。玉ねぎ、50g 入ります。あと人参、千切りですね。10g。それと、炒めるときに中に入るひき肉が
50g です。で、みじん切りにしたニンニク10g、みじん切りにした生姜 5g です。と、ラーメンを盛り付けるときにトッピングするチャーシュー、メンマ、味玉子と、一番最後に乗っかる、長ネギ、水にさらしてシャリッとしてます。あとは、中華麺ですね。これは札幌ラーメンで、中太縮れ麺っていうサイズになります。140から 150g ぐらいです。あとは、さっき、合わせたお味噌、18のディッシャーで 50g ですね。あとは手作りしたラードになります。はい、じゃあそれでは実際に作っていきます。中華鍋をね、温めて、少しこう煙立つぐらいまで一回温めてもらってですね。はい。でちょっと中火ぐらいに落とします。で、野菜から炒めていきます。自家製ラードお玉1杯弱入れまして、先ほど説明した野菜、ちょっと火を上げます。物を入れると少し温度が下がります。軽く全体に油が回ったところで、ひき肉ですね。ニンニク、生姜、全然慌てなくてゆっくりゆっくりですね。僕のラーメンゆっくりってことが多いですね。っていうのは油とこの野菜から出てくる水分でゆっくりやっていくので、乳化っていうか、油と水分に乳化をさせてとろみになる素をここで入れます。温度が上がってくると、ちょうどいい油と水分ではい、そう乳白色っぽくなるんですね。ここで先ほど、取ったメインスープとサブスープ、メインスープが、350cc ですね。とサブの和だしですねが、70cc も合わせてあります。を入れます。麺を2分間茹でます。麺同士くっつかないように少しかき混ぜてください。で、振ってる間に麺鉢に、味噌、さっき合わせた味噌ですね、50g ディッシャーでます。この時は少し強めに全体が沸くようにアクはほとんど出ません。スープの時にさっき
アクをきれいに作って煮詰めてあるので、ひき肉が炒めた時のアクが少し出てくるぐらいです。少し気になるようでしたら取ってあげてください。約1分半火にかけた後、スープを少し入れて味噌を溶きます。8割スープに流しております。で、麺が上がったので、手棒でよく動かす人がいるんですが、僕の場合はもう湯切りっていうのは黙って置いてます。で、一番最後手棒とかについている水をお湯を切ったんですね。もうこの時点で麺からはもう完全にお湯は切ります。で、そっと入れてあげて、ほぐすように。で、あとはほぐした後、ゆっくり持ち上げて麺を畳んでやってください。で、残りスープと野菜が入ったものを上にあとは盛り付けです。先に天盛りにするネギですね。上にネギですね。あと先ほど仕込んだチャーシュー1枚。お店ではメンマを使ってます。で、味玉ですね。半個入れます。完成です。